いやー、皆さん、お久しぶりです。長いこと動画を投稿できていなくてすみません。で、なんか、毎年、この季節になると、同じことを言っている気がしますが、今回も、なんか、誤って済ませる動画を作り始めたつもりだったのですが、いろいろ話すことを考えているうちに、期せずして、これまでの私の動画作成を振り返る話になっていました。もちろん、そんな動画に需要がないことは当たり前ですが、私がこれまでに作成してきた動画とは、一体何だったのか、私にとっては、それを振り返る、とても有意義な時間となりました。なので、ご用とお急ぎでない方は、どうぞお付き合いください。それにしても、なんだ。かわいいですね、あかりちゃんは。もう、たまらんわ。はい。ご覧の通り、また、ナイツ・イン・シャイニング・アーマーの動画を作成していました。いやー、なんだ。多分、ご覧になっている方には、何の変哲もない、ただの映像に見えるとは思うのですが、私にとっては、もうね、ようやく、ここまで来たか、と、もう、ため息が出ました。はい、りんちゃんのピアノの鍵盤の剣が、ちゃんと動くようになりました。私は、これまで、りんちゃんの指は動かしても、鍵盤の剣は動かさずに動画を作成していました。ところで、鍵盤の剣を動かすということは、それほど大変なことなのでしょうか。いいえ。今回、私は鍵盤の剣も動かすようにしたのですが、まあ、はっきり言って、ちょろでしたね。りんちゃんの指を動かすよりは、100倍か、1000倍か、1万倍くらい簡単でした。それにもかかわらず、私がこれまで鍵盤の剣を動かそうとしなかったのはなぜか。それは鍵盤の剣を動かしてしまうと、実はりんちゃんの指が打鍵すべき剣に全く届いていないのだということがバレてしまうからなのですね。そう。私のこれまでの動画では、りんちゃんの指は打鍵すべき剣に全く届いていませんでした。鍵盤の上でそれっぽい動きをしているだけでした。もちろん、私はこれを何とかしたいとずっと思っていました。りんちゃんの指の運指が相当に改善するまでは、鍵盤の剣は動かすべきではないことによっては、この先も永遠に鍵盤の剣は動かせないかもしれない。そんな悲痛な思いを抱えつつも、りんちゃんの運指を改善するアイデアを思いついては、トゥードゥーリストに追加し、動画を一つ作るごとに、それらを少しずつ消化していきました。しかし、去年の半ばです。私は、ついに、そろそろ、私は、鍵盤の剣を動かすべきなのではなかろうか、と、そう思ったのです。私は、残りのトゥードゥーリストのアイデアを、一気に、すべて実装して、トゥードゥーリストを空にして、そこから、さらに問題を解決していきました。マンダム。やはり、ベクトル演算。ベクトル演算は全てを解決する。それでは、水着動画、パンチラ動画の方でも、私のベクトル演算の成果を少しお見せしましょう。どれにしましょうか。メイク乳首、君に決めた。これは、BMX エディターと呼ばれるソフトウェアで、モデルに変更や修正を加えるときによく使われます。BMX エディターは、プラグインを組み込む機能があり、ユーザが作成したコードを実行することができます。はい、こちら、多くの人は、このモデルを見たことがあるでしょう。ニガモンという名前で活動されている有名なモデラーの方が作成したハクレイ・レイムのモデルですね。ハクレイ・レイムのモデルの中では、多分、一番人気のモデルだと思います。服を非表示にしてみましょう。はい、まあ、こんな感じですね。CG モデルでは、服に隠れて見えない部分は、まあ、作らないのが普通ですね。しかし、胸部の部分が存在しているのはありがたいことです。今、テクスチャは必要ないので、ちょっと表示を灰色にします。で、頂点を一つ選択して、私が作ったメイク乳首を実行してみます。若干、
パラメータを指定できるダイアログが表示されますが、このまま OK ボタンを押すと、はい、ドン。先ほど、頂点が一つだけあったところに、このような円形のメッシュが切られました。はい、わかっています。多くの人は、こう思っていることでしょう。確かに、円形のメッシュが切られたが、これの、どこが乳首なんだ、と、説明しましょう。こちらの画像をご覧ください。これは、私が、だいぶ昔に作成した動画の一幕なのですが、この辺や、この辺、柱が丸みを帯びた形状で描写されていることがわかると思います。これは、形状を作成する段階で、柱に面取りがなされているわけではなく、陰影をつける段階で、カクカクした角が滑らかにつながるよう保管されています。この陰影の計算を行っているソフトは、RayMMD と呼ばれるシェーダー、影付けソフトです。試しに、RayMMD をオフにしてみましょう。はい。このように、柱の断面はすべて四角形であったということがわかると思います。いや、これが、おっぱいと何の関係があるんだ、と、多くの人は思っていることでしょう。それでは、これは、中尾というモデラーの方がデザインした、ハクレイ・レイムのレスリング衣装モデルですね。あまりメジャーなモデルではないのですが、私はこのモデルが大好きです。理由は、この後、すぐにわかると思います。今、見ていただいているモデルは、ダウンロードしてきたままの状態なのですが、おっぱいの形状を見てみましょう。はい。このように、ツンととんがった、ほぼ円錐形状によって形成されていることがわかると思います。このモデルに、先ほどの RayMMD のシェーディングをかけてみましょう。先ほどの、とんがった部分には、自動的に補完がかかることを思い出してください。はい、ドン。どう見ても、乳首がありますよね。私は、最初、この現象を目撃したときは、驚愕しました。まさか、私のために、モデルに、最初から、乳首の形状が作り込まれているのか、と思いましたが、違いました。円錐形状を作っておけば、シェーディングによって、乳首が表示される。これを発見した私は、ニガモンマリサにも、ニガモンアリスにも、円錐形状を手作業で作り込みました。しかし、その後、ニガモンレームにも、同じことをやろうとした際、もう、同じことの繰り返しも面倒くさくなってきたな。コードで実行できるようにするか、とか思って作ったのが、このメイク乳首というわけです。しかし、メイク乳首を実行した直後、この状態では、確かに、円形状のメッシュは切られていますが、円錐にはなっていない、とお思いでしょう。そんな時は、これです。乳首勃起。これも、私が作成したプラグインで、頂点を、放線の方向に向かって移動することができます。やってみましょう。はい、ドン。円が、円錐になりましたね。これで一安心です。今、私は、頂点を、放線の方向に向かって移動と述べましたが、これはどういう意味でしょうか。というのも、線には放線があります。また、面にも放線があります。しかし、一般に、頂点には放線がありません。しかし、コンピューターグラフィクスにおいては、普通に、頂点に放線があります。実は、コンピューターグラフィクスにおいては、面は光を反射しません。これは、意外に思われるかもしれませんが、そうなのです。コンピューターグラフィクスにおいて、光を反射するのは、面ではなく、頂点です。しかし、実際の物理世界においては、光を反射するのは、頂点ではなく、面です。そこで、コンピューターグラフィクスにおいては、面が持っている光を反射するという性質、すなわち、プロパティを頂点に持たせる必要があるのです。そういうわけで、面が光を反射する際に必要となる放線、その放線を頂点が持っているのです。一般には、頂点に放線を設定する際には、
平均名法線というものを使います。これは BMX エディターにも備わっている機能で、頂点の周囲にある面から法線を算出し、それらの平均値で法線を設定するというものです。やってみましょう。はい。もともと適切な法線が設定されていたので、あまり変化しませんでしたが、ここ、1箇所だけ、不具合が生じています。一つの点から、法線が2本出てしまっています。これは、もともと平面のようなトポロジーをしたメッシュをぐるりと曲げて、円筒形状を作成しています。そのため、この点だけ、2つの頂点が重なっているのですね。で、法線も2つできてしまっています。そんな時は、これ、アベレージノーマルです。いやー、ここまでのメイク乳首勃起に比べると、だいぶ、まともな名前ですね。このプラグインは、近接する頂点を検出して、それらに設定された法線を平均化して、それら近接する頂点間で同じ値を共有します。やってみましょう。はい。法線が一つにまとまりましたね。やはり、ベクトル演算。ベクトル演算は全てを解決する。と、こんなことをやっていた私が、新たなるベクトル演算の新天地として踏み出した先、それが、楽器演奏動画の指の制御だったわけですね。そう、ベクトル演算に始まり、ベクトル演算に終わる。動画は、ベクトル演算のために、ベクトル演算は動画のために、マンダム。今、作っている動画の曲は、見ての通り、鍵盤主体の曲ですね。ドラムとベースはありますが、リンちゃんピアノ、ニクさんクラビネット、そして初登場、ギャラコちゃんシンセです。ギターの出番はほとんどありません。言うて、ねじ込むんですけどね、ギターも。いやー、それにしても、なんだ。はい、わかっています。この、今ご覧になっている映像は、本当に、皆さんには、何の変哲もない、どこにでもありそうな映像に見えていることでしょう。しかし、なんですね。私史上、これほどまでに、指が華麗に、気高く、美しく動いたことはありません。蝶のように舞い、蜂のように刺す。本当に、もう、永遠に見ていられる美しさです。いやー、これで、テクニカルな問題には憂いが立てて、動画が量産できるようになると良いのですがね。果たしてどうなることやら。この動画、本当は、正月に作って、明けましての動画になる予定だったのですが、1月に入ってからも、運指の問題が猛威を振るい続け、ついに、こんな日付になってしまいました。それでも、まあ、収束してよかったのですが。というわけで、1ヶ月ほど遅れましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。